皆さんこんにちは、小垣子です。今日はこちらの秋とか春にぴったりなセーターの編み方をご紹介したいと思います。このセーター、後ろ姿はこんな感じです。この動画ではこのセーターの編み方を中心に説明しています。この動画の一つ前の動画でこのセーターのサイズについて詳しく説明をしています。リンクを貼っておくのでそちらの動画もぜひご覧になってください。材料はこちらになります。今回使っていく毛糸はこちら、この間購入したヴィンテージ毛糸ですね。こちらコットンになるようです。この毛糸を使って編んでいこうと思うんですけれども、皆さんはお好きな毛糸をご利用ください。私のおすすめは合い太ぐらいですかねがちょうどちょっと細くてで編んでいきやすいんじゃないかなと思います。で、今回私が使っていくかぎ針はこの毛糸に合わせて 3mm なので日本でいう5号ですねで編んでいきたいと思います。そしてあと必要なものはステッチマーカー、とじ針、ハサミ、そしてメジャーになります。ではまずゾーン A セーターの中心部分から編んでいきたいと思います。セーターの中心部分は後ろ身ごろ、前身ごろと2枚必要になります。この図が後ろ身ごろなんですけれども、まずは後ろ身ごろから編んでいきたいと思います。この図でいうところの左上から編み始めたいと思います。左上から、縦方向ですねに編んでいきたいと思います。そして編み始めるとき、糸端をわざと50センチぐらい長く残しておいてください。その糸端で後ほどここの肩の部分を縫い付けていきたいと思います。では編んでいきましょう。まず糸端を長く残して作り目をします。で、ゾーン A は中長編みになります。なので1段目は鎖編みと中長編みで立ち上がっていくという編み方をしたいと思います。この方が伸縮性もあって長さにそんなつり具合とかもないので私はその編み方でいくんですけれども、基本的な編み始め方、鎖編みを編んでから中長編みで編み戻ってくるという方が好きな方はその始め方で始めていただいても全然問題はありません。では編んでいきましょう。まず鎖編みを3目します。1、2、3、そうしたらこの鎖編みの1番目なのでこちらですね、一番最初の鎖編みの片山と裏山のところに針を入れるんですけれども、中長編みを編んでいきたいので針に糸をかけてから鎖編みの1番目の片山と裏山を拾います。そうしたら糸を持ってきて、この持ってくる糸を気持ち長めにしてからまず鎖編みを編みたいのでこの左側1本だけを引き抜きます。そして次中長編みを編みたいので針に糸をかけてこの3本すべてを引き抜きます。これで1つ目の目が完成です。今回この中長編みは、立ち上がりの鎖2目をしている感じになるんですけれども、毎段初めのこの鎖2目は目の数とは数えずに編んでいきたいと思います。なので、今編んだ目が次の段の最後の目になるので、次の段最後がどこか分かりやすくするためにステッチマーカーを入れておきたいと思います。今編んだ目にステッチマーカーを入れて、ではどんどん編んでいきましょうか。次針を入れるのは、この左側のラインのところになります。中長編みを編んでいきたいので針に糸をかけてからこの左側のラインのところに針を入れると、今手前は1本あるんですけど奥の方にもう1本同じような目があるので2本取ることができると思います。で取れなかったすいません。よいしょ、2本ですね。そうしたら先ほどと同じように糸をかけて
持ってきます。で、今針には糸が3本あるんですけど、まず左側1本だけを引き抜きます。次、糸をかけて3本すべてを引き抜きます。これで2番目の目が完成で、あとはこれを繰り返していくことになります。針に糸をかける。そうしたらこの左側のラインのところですね、ここに針を入れてもらって、手前と奥ですね、2本取ってもらったらって2本見えますかね。2本取ってもらったら糸をかけて持ってきます。そうしたら左側1本だけを引き抜いて、まず鎖編みを作ります。次、糸をかけて残りの3本を引き抜いて中長編みを作ります。これをずっと繰り返していってください。必要な目の数は104目になるので、104目ずっと編んでいってください。1段目編み終わりました。目の数は104になります。では続いて2段目を編んでいきたいと思います。2段目も中長編みになります。まず立ち上がりは鎖2目です。この鎖は目の数とはカウントしません。そしたら作品をひっくり返して、この鎖は目の数とはカウントしないので、根元の目から編み始めることになります。針に糸をかけて最初の目に針を入れて持ってきたら、針にかかっている糸3本を引き抜きます。で、ここで不安な方や初心者の方は、ここの中長編みの上1段目と同じようにステッチマーカーをつけておいたら、次の段の最後が分かりやすいと思います。そしたらあとは中長編みをずっと編んでいってください。で、ずっと編んでいったら、このステッチマーカーの目がこの段一番最後の目ということになります。で、あとは増減なしの中長編みをこの幅分ですね、を編んでいくんですけれども、すいません、ちょっとズーム変えます。はい、増減なしの中長編みを編んでいくんですけれども、私の場合は8段編んでいきたいと思います。そしたら9段目にこの首の後ろのところの角度をつけたいので、9段目になったら動画に戻ってきたいと思います。8段目編み終わりました。続いて9段目と10段目を使ってこちらの角度をつけていきたいと思います。9段目は編み始め、そして10段目は編み終わりで減らし目をしたいと思います。長編みの3目一度をそれぞれ1回ずつしていきたいと思います。9段目は編み始めでするので、まず最初鎖2目で立ち上がります。そうしたら作品をひっくり返して、次から3目を使ってそれを1目にするんですけれども、中長編みの編みかけみたいなのを3回作ります。針に糸をかけて1番目の目に入れて持ってくる。そしたら針に糸をかけて2番目の目に入れて糸を持ってくる。もう1回針に糸をかけて3番目の目に入れて糸をかけて持ってくる。そしたら針にかかっている糸をすべて引き抜きます。よいしょ。これで、一番最初の減らし目は完成です。そしたらそうですね、最後の目が次の段最後の目が分かりやすいように、ここでステッチマーカーを入れておくといいんじゃないかなと思います。そうしたら残りの目は1目ずつの中長編みをずっと編んでいってください。今3目使ったので残りは101目ですねをずっと編んでいって、次の10段目も同じような感じで、まず最初はずっと中長編みを編んでいって、最後の3目で今やった減らし目と同じように中長編みの3目一度押して減らし目をしてください。なので2回2目減る減らし目をするので104目が100目になると思います。
そしたら続いてはここの減らし目が終わったら、100目の中長編みをずっとしばらく編んでいくんですけれども、33段編んでいきたいと思います。なので空10で減らし目をしたら11段目から43段目までは100目の中長編みを編んでいってください。増減なしの段を33段なので43段目まで編み終わりました。今44段目1目ずつの中長編みをずっとして最後の1目というところになっています。そしたらここで先ほどとは逆ですね。今度は増やし目をして角度をつけていこうと思います。先ほどこちらでは、中長編みの3目一度で減らし目をしたので、こちらは、1つの目に中長編みを3回入れるという増やし目を2回してこの角度を作っていきたいと思います。では最後の1目で中長編みを3回編んでいこうと思います。この時同じ目に3回中長編みを入れてもらってもいいんですけれども、そうするとちょっと編み目が大きくなってしまう、穴が大きくなってしまうかなと思うので、私はインビジブル増やし目で編んでいきたいと思います。編みぐるみなんかでよく使うやり方なんですけれども、編み方は結構シンプルで、普通に次の目を編むとなった時は針を入れてもらうと2本糸を拾うことになるかと思います。なんですけれども、インビジブル増やし目をする時は、今回は3目編みたいので、まず最初の2目はこの奥の1本だけを拾って中長編みを編んで、最後の1目は2本両方を拾って編んでいきたいと思います。で、途中見失っちゃうと嫌なので、まず最初に、先ほどの V の字の手前1本の方にステッチマーカーを入れておきたいと思います。そしたらまず最初の2回の中長編みは V の字の向こう側だけを拾います。1本だけを拾って中長編みを1回2回、そうしたら今度はこのステッチマーカーが入っているとこですね。針に糸をかけてからステッチマーカーが入っている目に針を入れて、でなおかつその奥の先ほどまで2回中長編みを編み入れた目にも針を入れて、中長編みを編みます。これで1つ目の増やし目が完成です。続いて45段目いきたいと思います。45段目は編み始めが増やし目になります。なので鎖2目で立ち上がったら作品をひっくり返して、でここでもインビジブル増やし目をしておきたいと思います。針に糸をかけて、心配な方は手前の方にステッチマーカーを入れて、で V の字の向こう側だけを拾って、向こう側ですね。で中長編みを2回編みます。1、2、そして3回目は糸をかけてから手前のこの1本と向こう側の2本を拾って中長編みで、あとは1目ずつの中長編みをずっと、99足す2なので101目編んでいきたいと思います。そしたらこの段からはまた1段につき目の数は104目になると思うので、ちょっとズーム変えます。104目になると思うので、45段目を編み終わったらこっちですね。そしたらもう8段、46段目から53段目は増減なしの中長編みを編んでいきたいと思います。
増減なしの段を8段編み終わりました。合計すると全部で53段編み終わりました。これで後ろ身ごろのゾーン A は終了になります。で、私の場合はこの大きいコーン1玉で編んでいるので、次に行こうと思ったらここで糸を切らざるを得ないんですけれども、普通の毛糸といいますか、小さい1玉ずつの毛糸で編んでいる方はここで毛糸を切るのではなくって、ステッチマーカーかなんかで目を押さえといてください。そうすると後ほどゾーン B、身ごろと袖の部分ですね、そこを編む時にこの毛糸でそのままつないだまんまで編んでいけるので、切らないでおいてください。後ろ身ごろを編み終わったら、続いて前身ごろを作っていきたいと思います。前身ごろも基本的に後ろ身ごろとほとんど同じなんですけれども、ここの減らし目の部分と増やし目の部分の長さが違うだけになります。こちらがパターンになります。よかったら、スクリーンショットを撮るなどして保存しておいてください。で、このパターンについて説明していきたいと思います。最初編み始めですね。もうこれは後ろ身ごろと全く同じで、鎖編みと中長編みを編むという編み始め方で104目編みます。そしたら2段目から8段目の、7段分は増減なしの中長編みをずっと編んでいきます。そして次、9段目からこの斜めの角度をつけていくゾーンに入ります。9段目、ここと全く同じですね。最初の3目で減らし目をします。3目一度なので 3つの目を1つの目に減らして、あとはずっと中長編み。続いて10段目は最初は減らし目をせず、ずっと中長編みを編んでいって、最後の3目で減らし目をします。ここの、10段目と全く同じになります。そうしたら、11段目から21段目ですね。合計で減らし目は13段したいので、合わせると9段目から21段目までは、先ほど申し上げた9段目と10段目の編み方を繰り返していってください。減らし目でスタートして中長編み、中長編みを編んでいって減らし目というのをしたら、次22段目から32段目までの11段は増減なしで中長編みを編んでいきます。この目の数は73目になっていると思います。そしたら続いて20じゃなかった33段目ですね。33段目からは今度は増やし目をしていきます。まず最初に、1つの目に3つ中長編みを編み入れて増やし目をしたら、残りは中長編み。次中長編みを編んでいって、最後の目で、増やし目、1つの目に3つ中長編みを編んでいくというのを、この33段目と34段目の編み方、これを13回繰り返していってください。で、こう編んでいったら、次からは13段編み終わったら次は46段目になるので、46段目から53段目は増減なしの中長編みなので、1段につき104目ですね。これを編んでいってください。それで前身ごろは終了になります。前身ごろ、後ろ身ごろ編み終わりました。続いて肩の部分をつないでいきたいと思います。前身ごろ、後ろ身ごろを編み始めるとき、それぞれ編み始めの糸を長めに取っておいたと思うんですけれども、その糸を使ってとじ針で縫っていきたいと思います。前後ろとそれぞれ、増減をしなかった8段があると思うので、その8段分針が入りそうなところを見つけて、この糸で縫っていきたいと思います。で、それを右左と縫ったら、続いてはサイド部分といいますか、袖部分といいますか、前身ごろ後ろ身ごろの身ごろの少し、これだけだとちょっと幅が足らないので、もう少し増やしつつ袖を作っていきたいと思います。その部分は左右と右左ですね、同じことを2回繰り返そうと思うんですけれども、とりあえず片方作ってみて、もう片方作る時に動画に戻ってきたいと思います。
そして肩を縫い付ける時、それぞれ前身ごろと後ろ身ごろの一番上の目ですね、一番端っこの目、それぞれにステッチマーカーを入れておくと、後ほどここにゾーン B の模様編みをしていく時、どの目を拾ったらいいかがすごい分かりやすいんじゃないかなと思います。続いてゾーン B 編んでいきたいと思います。当初の予定だと、模様編みをこのゾーン B3、4個入れていこうかなと思ったんですけれども、シンプルに2種類にしました。体に近い方はあまり透け感がない感じの模様編みですね。こんな感じの模様と、あと袖の方は結構もうネット編みですねにしてみました。ではまずこの模様から編んでいきたいと思います。では続いてゾーン B の模様編みの1つ目を編んでいきたいと思います。最初に編んだ方のゾーン B で前身ごろの編み終わりの糸をそのまま使ったので、今度は後ろ身ごろの編み終わりですね、私は切っているのでそこに毛糸を足して編んでいきたいと思います。でゾーン B の模様1つ目は、模様編みですね、1つ目は前段鎖2目で立ち上がるんですけれども、それは目の数とはカウントしないで私は編んでいきたいと思います。私はこう詰まった感じが好きなので、こういうお洋服なんかの時は模様編み1個目は長編みがメインなんですけれども、最初の立ち上がり目の数とは数えないでいきたいと思います。ではまず最初1番目の目に入れて鎖編み2目で立ち上がります。そしたらここから長編みを4目編みます。でこれは目の数としたくないので、同じ目に針を入れて長編みを4回、4目ですね、1、2、3、4、はい。そしたらここから繰り返し始まります。繰り返し、まず最初は鎖を1目編みます。そして、先ほど長編みを編んだすぐ横の目なので特に目は飛ばさず、次のこの2目で長編み2目一度をします。針に糸をかけて糸を持ってきたら左2本を引き抜く、糸をかけて次の目に針を入れて持ってくる、左2本を引き抜く、そしたら残りの3本を引き抜く。そしたら次長編みを2目編みます。1、2、あとはこれの繰り返しです。すごくシンプルだと思います。この4目ですね、もう一回言っておきましょうか。鎖1、長編みの2目一度を1回、で次長編みでもう一回長編み、長編みと、この4目のパターンをずっと繰り返していってください。そしたら、この肩のところのジョイントですね、ここでカメラに戻っていきたいと思います。はい、模様編み1段目ずっと編んできて、今肩のところに到着しました。私の場合は後ろ身ごろスタートなので、後ろ身ごろの最後の目ですね、このステッチマーカーが入っているところが繰り返しの最後である長編み2回の2番目の長編みで終わっているはずです。ではそうしたら次、すぐ前身ごろの1番目の目に編み入れるのではなくって、この編みつないだところ、それぞれ1番目の目の間ですねの針が入りそうなところだったらどこでもいいんですけれども、この間の目を1つ目の数として入れていきたいと思います。で繰り返しのところの1番目なので、鎖編みを1して長編み2目一度ですね。なので長
こら辺適当に、1本しか取れてないんですけど、いいでしょう。でステッチマーカーが入っている目に長編みの2目一度の2番目ですね押して、でまたここからずっと同じように繰り返していってください。1段目最後のところになっています。繰り返し部分である長編み2目一度長編み長編みと編んだら残り1目という状態になるはずです。そしたらこの最後の1目には長編みを編んでください。なので1段目の最後は長編み長編み長編みで終わる感じになります。これで1段目が完成です。続いて2段目を編んでいきたいと思います。2段目もまず立ち上がりは目の数とはカウントしない鎖2目をします。そしたら作品をひっくり返して、まず最初の目なのでこの根元の目ですね、ここに長編みを編みます。そしたらもう早速ここから繰り返しが始まります。鎖1をしたら、次の目、今編んだのがここなのでその隣の目ですねから長編みの2目一度をします。3本引き抜いて、あとはこれの繰り返しになります。鎖1をして針に糸をかけて最初の目に入れて2本引き抜く。で次なんですけれども、鎖1で飛ばしたところになるので、もうここの鎖1の空間に針を入れて編みたいと思います。糸かけるの忘れました。糸をかけてから2本引き抜く。鎖1、長編みの2目一度と、それをずっと繰り返していってください。そうしたらこの段の一番最後ですね、一番最後はもうずっとこの繰り返しのまんまやっていくと長編みの2目一度で最後が終わるはずです。続いて3段目です。と言いますか、実はこれは3段目ではなくて7段目なんですけれども、3段目と同じ編み方なのでここで説明していきたいと思います。3段目を編んでいる時に動画を撮ったんですけれども、それはちょっと説明が分かりにくかったかなと思うのでリトライしたいと思います。3段目の編み方は基本的に1段目とほぼ同じになります。何が違うかというと、編み始めの長編みの数が違います。1段目は長編み4でスタートするんですけれども、3段目は長編み2でスタートしたいと思います。なので立ち上がり鎖2で立ち上がったら根元の目に長編み、そして次は鎖1スペースのところに長編みと編んだら繰り返しが始まります。繰り返し部分の編み方は1段目と全く同じになります。鎖1をしたらまずこの2目一度の上ですね、ここに針を入れて糸を持ってきたら糸をかけて隣の鎖スペースに入れて持ってきて、で長編みの2目一度をしたら次長編みを2目糸をかけて長編みをしたら鎖スペースのところに針を入れて長編み、これを繰り返していってください。でスタート部分の長編みの目の数を変えたので、編み終わりのところですね、最後ここも、目の数が1段目と少し違います。1段目は繰り返し部分の鎖長編み2目一度長編み長編みとしたら最後もう1目長編みを編んで終わるんですけれども、3段目は最後、繰り返しを途中で終わる感じですね。長編み2目一度をして長編み1で終わるはずです。そうしたら、あとはこの1段目と2段目と3段目の編み方を組み合わせて繰り返して編んでいきたいと思います。私の場合はまず7段増減なしでこのまま編んでいこうと思うんですけれども、編み方の順番ですねは
1段目の編み方をまずして123と編んだんですけれども、その後2段目1段目2段目3段目と編んでいきたいと思います。これ補足性お分かりいただけますかね。123212321232といきたいと思います。手書きですが編み図を書いてみました。よかったらご参考にしてみてください。7段目まで編み終わって、今8段目の途中まで編んでいるところです。8段目から減らし目をしていきたいと思います。8段目の編み方は2段目と同じ編み方なんですけれども、ここから、偶数の段8、10、12、14の段は減らし目をしていきたいと思います。で、この模様は4目で1つのパターンになっているので、減らし目をするときは毎回4目減らしたいと思います。で、どこで減らし目をするかなんですけれども、この肩の部分、縫い合わせたとこですね、ここを中心として左右対称にそれぞれ2目ずつ減らし目をする段は減らし目をしていきたいと思います。で、今この肩のとこですね、ここを半分に折って、ここが肩の部分かなというところにステッチマーカーを入れておきました。そしたら8段目はまずこの中心部分を、ここを中心として6目ずつですね、ここで減らし目をしておきたいと思います。なので中心のステッチマーカーからこの長編みの塊3つ分っていうんですかねで、長編みの3目一度を4回していきたいと思います。なのでまず最初、針に糸をかけてから次の目に入れて2本引き抜く、針に糸をかけて鎖のスペースに入れて2本引き抜く、そしてもう一回次の目に針を入れて2本引き抜いたら、針にかかっているすべての糸を引き抜きます。で、鎖1をして、そしたらこれを繰り返していきます。次はここですね、次の目に入れて2本で、また次の目ですね入れて、まだですね、危ない危ない。そしたら次はこの鎖のとこですね、入れて針にかかってる糸をすべて引き抜きます。すいません、猫くんが来ましたけど、そしたら、左側も同じように123で123と減らし目をして合計4目減るようにしていきたいと思います。で、8段目の減らし目終わったら、あとは残り、2段目の同じ2段目と同じ編み方で残りは編んでいってください。で、9段目は1段目の編み方ですね。で、10段目がまた2段目の編み方で、全く同じようにこの中心部分から減らし目をしていただいてもいいですし、ちょっとずらしていただいてもいいですし、それはもう皆さんのお好みで、とりあえず毎段この中心ら辺で4目減るように長編みの3目一度を右と左、ごめんなさいすいません、右と左で、長編みの3目一度を2回ずつするようにしていってください。で、減らし目をしつつも編み方は1232と編んでいってください。で、全部で14段編んだら、このパターン1って呼んでましたっけ、模様1って言ってましたっけ、この編み方は終わりにしたいと思います。模様編みの1つ目、14段目まで編み終わりました。減らし目をしつつ編んでいったので、こう肩のこのジョイント部分で半分に折ると、よいしょ、緩やかな曲線ができる感じになります。はい、では続いて模様編みの2つ目を編んでいきたいと思います。模様編みの2つ目はすごいシンプルにネット編みになります。ちょっとズーム変えます。ではまず立ち上がりの鎖1をしたら
根元の目なのでここですね。ここに細編みを編みます。続いて鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。そうしたら3目飛ばして、なので鎖から数えて1、2、3と3目飛ばして次の目。なのでこの長編みの2目一度の上ですね。ここに細編みをします。でまたもうあとは繰り返しになります。鎖を5目します。1、2、3、4、5。そうしたら3目飛ばすので、この一長編み塊っていうんですかね、これを飛ばして次のところの上の部分に細編みをします。これを繰り返していってください。この目は4の倍数プラス1でなっているのでちょうどぴったりで終わるかと思うんですけれども、最後これですね、最後の1アーチ分だけは編み方が違うので、その手前までずっとこれを繰り返して編んでいってください。2つ目の模様編みの1段目、最後のところに来ています。同じく鎖5で飛ばしたいんですけれども、次の段のスタート地点を変えたいので、最後の1アーチだけは違う編み方をしたいと思います。鎖5目ではなくってまず2目鎖編みをします。そうしたら次長編みをして、長編みを入れる場所は一番最後の目になります。長編みなので針に糸をかけて、一番最後の目に針を入れて2本、これで1段目が完成です。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目は、立ち上がりなど特にせず、パターンを裏返したらもう鎖5目から始めたいと思います。なので1、2、3、4、5と編んだら、今出ているアーチ、穴ぼこの次の穴ぼこですね、ここに針を入れて細編みです。そしたらあとはそれの繰り返しです。鎖5をします。1、2、3、4、5と編んだら、次の穴ぼこに針を入れて細編み、これを繰り返していくんですけれども、毎段、2つ輪っかができたら2つ目の輪っかにステッチマーカーを入れておきましょう。1段目では入れるのを忘れてしまったので今入れたいと思います。ここが編み始めなんですけど、編み始めから2番目の輪っかですね、ここにステッチマーカーを入れておきます。そうしたらまた鎖5じゃなかった、ごめんなさい、合ってるか、鎖5細編み1を繰り返していって、この端っこから2番目の輪っかのステッチマーカーですね、ここに到着するまで繰り返していってください。ステッチマーカーに到着しました。そしたら最後にもう一つだけアーチを編みたいと思うんですけれども、この編み方は1段目の最後と全く同じになります。鎖2目をしたら長編み、長編みはこの1段目の一番初めのこの丸ですね、ここに編み入れたいと思います。これで2段目が完成です。あとはこの2段目の編み方を繰り返していってください。この両端で減らし目をしていくので、だんだん両端がこう斜めになっていくと思います。こっち側もですね。はい、そしたら私はこの2つ目の模様編みの段は24段編んでいきたいと思います。なんですけれども、皆さんは試着をされてみて、このぐらいがいいかなという長さまで編んでいっていただけたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに次の始め方も2段目と同じなので、1、2、3、4、5と鎖をしたら、ここですね、この丸に細編みをして、
また12345と編んだら、次の丸に細編みをして、そうしたら2つ輪っかが出来上がったら、ステッチマーカーを移動させるのを忘れないでくださいですね。はい、こんな感じで私は24段まで編んでいきたいと思います。2つ目の模様編み24段編み終わりました。ずっと両端のみで減らし目をしたので、このように端っこですね、ここはまっすぐじゃなくてこう斜めになっているかと思います。そしたらこの斜めの部分、袖の下の部分ですね、こちらを両端くっつけて編んでいきたいと思います。そしたら今もうステッチマーカーをはめてるんですけれども、それぞれこの輪っかを合わせるようにして、ところどころステッチマーカーを入れておくとずれることがなくっていいと思います。そうしたら、すいません、猫くんが来ましたけれども、ここから4つ目だから1234、ここだな。よし、ではこの袖の下の部分ですね、ここからここまで編んでいきたいと思います。編み方はすごく単純で、毛糸が、そしたらまず今編み終わりは私は後ろに来ています。そしてパタンと反対側ですねを上に乗せた感じになっているんですけれども、でこのパターンはどちらの面を見ていても表裏特に違いはないかと思います。なのでどちら側を編んでいただいてもいいんですけれども、そうですね、肩のところ、縫い合わせたところを、こっちですね、これは裾でした、すいません。肩、ここの縫い合わせたところ裏を見るようにして、それぞれ縫い合わせたところや編み合わせたところの表裏がバラバラになってしまったら困るので、今この肩のところ裏になっているのを確認して、裏を見ている状態で編んでいってください。では最初の穴のとこですね、ここに針を入れて細編みをします。続いて鎖2をします。1、2、そしたら次の穴、ここですね、ここに針を入れて細編みをします。すいません、カメラがブレブレですけれども、そしたらあとはこれを繰り返していってください。ネット編みのこの輪っかのところには細編み、そしたら鎖2で隣の目まで行って、次の輪っか、四角ですかね、丸にも四角にもなるんですけれども、入れて細編み、鎖に細編みと、これをずっと繰り返していってください。そうしたらこの1つ目の模様編みのところに到着するかと思うんですけれども、ここは裾っていうんですかね、ウエスト部分になるので、とりあえずこの2つ目の模様編みのところ、ネット編みの部分のみつなげていってください。でここまで編んだら、糸処理、ここに最後の輪っかのとこですね、最後の輪っかのところに、ちょっと猫くんが変な咳してますけど、ここに細編みをしたら糸を切って糸処理をしてください。では続いて首のリブを編んでいきたいと思います。首のリブはシンプルに細編みを編んでいきたいと思います。今作品は表を向いている状態です。で編み始めなんですけど、どこからでも目立たなさそうすいません、目立たなさそうなとこだったらどこでもいいかと思うんですけど、私は後ろ背中部分の右端ら辺から始めていこうかと思います。ちょうどこう前身ごろと後ろ身ごろの重なったとこから始めていただいてもいいんですけど、私はここで減らし目をしようと思っているので、ここではなくってこう後ろ身ごろで角度をつけたとこですね、その終わりら辺から編んでいこうかなと思います。
糸を持ってきて、まず作り目をします。やや大きめの作り目をしたら、編み始めたいところ、どこにしましょうか。ちょうどここがぷくっとなってるから、ここにしましょうか。に入れて糸を持ってきます。そしたら細編みなので鎖1をして、今入れた目と同じ目からスタートして細編みを編んでいきたいと思います。で、一番初めの目を編んだら、ここがこの段最後引き抜き編みをする目になるので、ステッチマーカー、ごめんなさい、ステッチマーカーを入れておきたいと思います。そしたらあとは目の入りそうなところに針を入れていって細編みを編んでいきます。で、編んでいってちょっと目がつりすぎるなと感じる方は、もっと目の数を増やしてください。で、逆に緩すぎるなという方はもう少し目の数を増やしながら編んでいってください。そして私はこの段ではこの両方の前身ごろ後ろ身ごろの継ぎ目ですね、ここの部分で、減らし目、細編みの2目1度をしたいと思います。細編みの2目1度の編み方は、ご存知かもしれませんけど、一応お見せしましょう。ここがこの角っこの部分だと想定して、細編みの2目1度は最初の目に針を入れて糸を持ってきたら、隣の目に行って糸を持ってきます。で、針にある3本を一気に引き抜く、これが細編みの2目1度になります。私はそれをこの両方の肩のとこですね、2箇所でしていきたいと思います。そしてあとは頃合いを見ながら、ちょっと目がもたついてるなと感じるところ、もしかしたらもたつくかなと思っているのが、例えばこの前身ごろのここの角のところとかですね、こういうところでもたついてるなと思ったら減らし目、細編みの2目1度をしようかなと思っています。そして細編みを編んだら、編み終わりは引き抜き編みをして編み始め鎖1をして、また細編みというのを3段前後編もうかなと思っています。首周り編み終わりました。私の場合は細編みで4段編みました。これでこのセーター完成ということにしたいと思います。はい、今回はちょっと途中で脇道にそれたりなんだりして、このセーター作るのに1ヶ月以上かかってしまったんですけれども、納得のいく出来上がりなんじゃないかなと思っています。で、最後の最後まで悩んだんですけれども、この裾の部分ですね、ここにリブをつけても可愛いんじゃないかなと思います。私はもともと結構ルースな感じのシルエットが好きなので、今回はリブはつけずにそのままでいきたいと思います。で、もしこのセーター作ってみたよという方で、インスタをお持ちの方はぜひインスタにアップしてみてください。ハッシュタグ、そうですね、コカキコとかつけてもらったら、インスタお邪魔猫くんが来ましたけど、そのインスタにぜひお邪魔したいと思います。はい、皆さんがどんな風に作っているのかすごい興味があるので、はいはい、なんだっけ、すいません、なんか話がぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、はい、皆さんでこの作品いろいろシェアできたらっておかしいですね。いろんな作品見てみたいなと思っています。はい、もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバイ。